乱しすぎて目がぐるぐる回ってきた。バイトは行ってもいいんですよね？無理ですよ。大事な勝負だってのは分かってるんですけど、うち生活厳しいんで簡単にバイト休むわけにはいかないんですよ。奨学金の申請書。プロデューサー、これってこんなにマジですか？すでに支払った分は本当に収入大幅アップ！テンションマックス！超頑張ります！何をすればいいですか？バイト休めばいいんですよね？代わりにシフト入ってくれる子速攻で探します。あとはどうすればいいですか？私何でもしますよ、プロデューサーさん。そんなんでいいんです？勝負と何の関係があるのかさっぱりわかんないですけど、プロデューサーが言うならそうしますね。ねえプロデューサー、私プロデューサーと出会えてよかったです。動揺してるとこ初めて見た。急に眠くなってきた。最近バイト忙しかったから。プロデューサー、花見ちゃんに勝って月村ちゃんも仲間にしてユニット組んだらさ、きっとめっちゃお金稼げますよね。約束ですよ。変なの、あんなに自信がなかったのに。もうちっとも負ける気がしない。おはよう。よく逃げずにやってきたわね。褒めてあげるわ。お、サンキュー。よーし、じゃあ早速勝負する？悪いけど軽く勝たせてもらっちゃうからね。へえ、びっくりした。あんなに自信がなさそうだったのに。あなたおとといとはまるで別人じゃない。一体何があったの？いやなんか今日朝からずーっと気分爽快で体がめっちゃ軽いっていうか、やる気がどんどん溢れてくるっていうかきっとこれが収入アップを約束されたアイドルの力。今日の私は夢と希望に満ちている。覚悟しろよ、学年史跡。私が勝ったらきっちり約束守ってもらうからな。なんだかよくわからないけど、今日のあなたはアイドルの顔をしているわ。いいわね。今のあなたに負けたらすっごく悔しいわ。相手にとって不足なし。特別に名前を聞いてあげる。言ってなかったっけ？私は藤田琴音。よろしくね、花見ちゃん。琴音、あなたのことを好きになれそう。任してあげるからかかってきなさい。はいはい、お手柔らかに。ところで男子勝負って話だったけど、どうやって勝敗を決めんの？審査員はプロデューサーが？私が勝敗の判定をするってこと？その子がズルして自分の勝ちっていうかも。
もしれないじゃないですか。分かってるじゃない。プロデューサーがそう言うならいいですけど、そっちこそ負けた時ずるいとか言わないでよね。言わねえし。さなら早速私から。本当に新入生？どうプロデューサー、私のダンスは。そう、そんなに良かったんだ。じゃあ次は私ですね。はーい、行ってきます、プロデューサー。久しぶりに気持ちよく踊れた気がする。だけどもう限界、自分で立てないや。ほら、ありがとう。どうだった？この勝負、私とあんたどっちの勝ち？私の負け。想定内よ。私よりもずーっと早くから本気でアイドル活動に取り組んできた人たちがたくさんいるんだもの。今の私がいきなり全員に勝てるなんて、一番になれるなんて思ってなかった。強がるなって、超悔しそうじゃん。悔しいに決まってるでしょ。私は負けるのが世界で一番嫌いなの。悔しい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 。足手まといなんて言ってごめんなさい。いいよ、もう別に気にしてないし。これからは琴音先輩って呼ぶから。なんで先輩？アイドルとしての尊敬する先輩という意味よ。留年した人みたいじゃん。マジやめて。じゃあ他の呼び方を考えておくわ。普通に名前で呼びゃいいだろ。こっちもそう呼ぶし。せっかく猫かぶってたのにどんどんハゲていく。こいつに対してはもういいやってバカバカしくなってきたから。そう？じゃあ琴音、なんでおとといは自信なさそうにしていたの？あん時は実際勝てる気しなかったし、私も不思議なんだよね。なんでこんなに今日調子良かったんだろう。
自分の体調も分かってなかったとか。さてはあなたバカでしょ。うっさいな。今自分でもそう思った。しょうがねえだろ。お金が欲しかったの。それにしたってバカよ。ほんとバカ。信じらんないバカ。うちの妹と同レベルのバカ。私に負けたくせに言いたい放題言いやがって。好きよ、あなたみたいなやつ。私とユニット組んでくれる？言っとくけど、私がアイドルやってるのはお金のためだから。私がアイドルやってるのはすごい人たちと競い合って勝つのが好きだからよ。この私が世界一を目指せる競技だからよ。同じね。私があんたとユニット組みたいのは成り上がんのに役立ちそうだからだけど、私があなたとユニットを組みたいのは私に勝った琴音のことが大好きになったからよ。私たちって似た者同士ね。似てねえし。もう調子狂うな。とりあえずユニットメンバーを1人目ってことで、さっきこれからよろこちらこそ。さあ次は3人目よ。首を洗って待ってなさい。新入生へのオリエンテーションがようやく終わり、課外活動が始まった。今日は初回のダンスレッスン。私が君たちのトレーナーだ。よろしく頼む。はい。私たち3人が一緒にレッスンを受けているのは同じプロデューサーが担当だからだ。プロデューサーは当然私を選ぶでしょう。これ以上期待を裏切らないで。よろしくお願いします。あんなことがあった後でもレッスンをサボるわけにはいかないから、すごく不本意。プロデューサーには私だけを担当してほしかったのに。プロデューサー来てくれたんですね。プロデューサー、私たちのレッスンしっかり見てなさい。どういうこと？あなたたちもプロデューサーを独占したかったんじゃなかったの？特にあっちの子はかなり怒っていたのに。きっと何かがあったんだ。プロデューサーと私の知らないところで。ずるい。あの二人とはお話ししたんだ。ちゃんと相談して何とかさせたんだ。私のところには来てくれなかったのに。どういうことなんですか、プロデューサー。私泣きそうですよ。プロデューサーと話すことなんてありません。私のこと調べてきたって言っていましたよね。なら私がユニットを組みたくない理由も知っているはずです。なのにあんな信用できるわけないじゃないですか。振られちゃいましたね、プロデューサー。さーて、どうやってあいつを説得するか作戦会議しましょうか。さ、今更だけどあの子って仲間にする必要あるの？私と琴音先輩の2人で十分じゃない？先輩言うな。さきちゃんさ、また足手まといはいらねえとか思ってるでしょ。言っとくけどあいつめちゃくちゃ歌うまいよ。さっきよりずーっと。嘘でしょ。ほんと自己評価高いよなあいつ。月村手まり、中等部の時ユニット組んでてさ、学園内では有名だったんだ。クラス違うは私も知ってるくらい。
未来のトップアイドル候補って。へえ、すごいのね。でも今はユニット組んでないってこと？解散したんだよ。なんで？そんなにすごかったならよっぽどの理由がなきゃ解散なんてしないでしょ。噂で聞いただけだから適当なこと言いたくないんだけど、あいつが原因で喧嘩別れになったって。